柴崎春道の基礎から学べる水彩画。それでは、筆の選び方についてやっていきましょうね。はい。ではこちらをご覧くださいね。ここに7本、柴崎用意してみました。絵を描くにあたってね、画材選びでいろいろ悩む。その中でも、筆選びってのはね、きっと悩むと思うんですね。もう画材屋さん行くといっぱい並んでますからね。それにお答えすることとして、これ用意した筆ですね。主にですね、ここに2種類、の筆があります。もちろん、見た目としてはですね、細いのから太いもの、それから、平たいものというような、そういうタイプ別もあるんですけども、材料的にですね、主に2種類あります。この中で。一つはですね、このタイプです。このタイプですね。そして残りは主にこういうタイプです。ちょっと見た目わからないでしょう。これはなんだ、これはなんだと言われてもですね。言ってみると、この2つはですね、この筆のここを作っている材料ですね。これはね、動物の毛でできています。天とかですね、非常に希少な動物の毛でできているものです。でこちらは、その動物の毛と、それから化学繊維を混ぜたもの、あるいは化学繊維だけのものの筆です。当然ね、自然の動物の毛を使うものは、それだけ割高だということになります。かなりお高いんですね、これはね。で、こちらは、その点で比べるとかなりお安いということになります。では、性能的にはどうなのかというと、もちろんですね、これ長い歴史の上に使われた筆ですので、それにとっても使いやすいんですね。でも、このね、近年新しくできている化学繊維と動物の毛、あるいは化学繊維だけでできているこの筆もですね、これに負けないぐらいのね、書き心地の良さもあるんですね、実際には。ですので、あなたがどちらを選ぶかですね。とてもお値段高いもの。で、手軽に手に入るもの。どちらを選ぶか。柴崎の推奨としては、こちらをお勧めします。なぜかというと、やっぱり筆は結局は消耗品なんですね。絵を描くのにこう使っていくと、この筆先というのは必ず擦り切れてきて、消耗品となってしまいます。と、やっぱりいつかは買い替える。ね。と、高いものと、比較的手に入りやすいもの。やっぱり手に入りやすいものがいいですよね。また書くにあたって、柴崎の書き方はですね、ちょっとね、筆を勢いよく使ったりする場面も多くあるんですけども、その時にね、ちょっとお高いものだとね、なかなか思い切って使いにくい。これだったら、本当に気楽な気持ちで絵を描ける。そんな観点からもね、こっちをお勧めするんですね。ということで、この、ちょっと高いですね、自然の動物の毛でできたものは、ちょっと除外しましょう。では、ここにね、柴崎が取り揃えた自然の動物の毛と化学繊維でできた混毛の筆。それから化学繊維だけでできた筆。いずれも良いと言いましたけども、じゃあこの中で、それでさらにどう選ぶかということなんですけども、見るとわかりますが、太さや幅がだいぶ違いますよね。これは平筆なので、丸筆とはですね、ちょっとタイプは違うので、一応今お話としては、ちょっとこれは除外しておきましょう。では丸筆でお話しします。丸筆は、どなたでも絵を描くときに、もう幼い頃から、使っていた馴染みのある、タイプの筆ですね。太さがだいぶ違うし、穂先の長さもちょっと違ったりしています。一般的に、絵を描く方ですね、多く使う筆の太さは多分このくらいかと思います。柴崎の指と比較しましょうね。このくらいの太さの筆で絵を描いている方が多いのかなと思います。しかしですね、柴崎は実はですね、柴崎がいつも使っている筆、そしてあなたにもぜひお勧めしたい太さの筆ですね。それはこれなんですね。指と比較しましょう。これはここを見ると20と書いてありますが、太さ20号の筆です。
まあ、ここですね、ここまでお話してしましたので、もっとメーカーを含めて具体的にお話ししましょうね。ここにですね、ここにホルベインというマークが入っているのを見えるでしょうか。ホルベインのですね、リセーブル、その20号の筆というタイプの筆を柴崎は使っているし、まあ、あなたにもお勧めしています。今、ここの絵の部分がですね、これによって色が違うかもわかりませんけども、もし同じようなですね、タイプの筆があったら、まあ、これをお買い求めになって使ってみてください。細い筆でね、もちろん絵をですね、上手に描けることは描けるんですけども、水彩というのは、やっぱり水の効果を生かして一気に描いていくという方法がですね、最も水彩を素晴らしく表現できる元なんですね。で、この細いタイプだと何回も何回も塗っていかなきゃいけないっていうね。だからたくさんの絵の具をわっと広げて描くという点には少し物足りない筆なんですね。その点、この太い筆ですと、広い面を含めて一気に塗ることができる。見た感じも全く違うと思いますね。絵の具の効果、水彩絵の具の効果をね、もう伸び伸びと引き出せるのがこの太い筆です。で、太い筆でじゃあ細かいところは描けないかっていうと、全くそんなことはなくてですね、このように細い線も引けたり、細い小さい点も打てたりですね。それから筆の形を変えることによって、平筆のように塗っていくこともできるというね、非常に多様性に富んでいる、可能性に富んでいるのが、この25の丸筆にあたります。ですので、あなたがですね、水彩の筆を今から買い求めて、ね、楽しい透明水彩が本格的にやってみよう。その時の筆選びは、となった時は、柴崎は、このホルベインのリセーブルの丸筆、これをお勧めするというお話です。